おはようございます。たかしです。本日は11月22日金曜日、ただいま7時45分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。現在はポンド円この緑の水平線2本の間で挟まれたこの間でのレンジと考えていたんですが、そこを下抜けてきましたね。前回も下抜けてすぐ次のローソク足で戻されているんですが、本日どうなるかっていうところに注目です。ここのところ下がれば次そこは底堅い動きをしているっていうのが現状ですよね。なので本日もここ安値圏、前回この辺で下げ止まっておりますので、その辺付近までは来てますので、ここで下げ止まって上昇するのか、それとも GMMA の青帯、ここにありますけれども、この GMMA の青帯の下に入ってきているので、ここで今度はこういう動きですよね。GMMA の青帯に上値を抑えられて下落するのかっていうところを見ておきたいです。一旦はこの白い水平線、このあたりが意識されてくると思いますので、193.5 付近までの下落、そこを下抜けるかどうかっていうところに注目です。大枠では上昇トレンド中ですので、そこはお間違いのないように、上昇トレンドの中の現在は調整の下落中。なので、この下落が終われば再び上昇トレンドに入っていくだろうという風な、そういう考え方を持っておいてください。ただもちろん、この上昇トレンドを崩してくるかもしれませんので、今、日足の GMMA の青帯で定着するのであれば、こういう、先ほどこういう動きとイメージしましたが、その場合ですと、この白い水平線188円とか186円とか、そのあたりまで下落する可能性は十分にあります。では4時間足です。昨日は強く下落してきましたね。現在は4時間足ずっとこんな感じで下落が進んでおります。GMMA の青帯下向きですよね。ですので上がったところは売られやすいんですが、ここのところ急激に上昇したり急激に下落したりという方向感が分かりにくくなっておりますので、そこはご注意ください。大枠では下落方向に動いているんですけれども、その中でやはり現在は強く反発しやすい、そういうゾーンにも来ております。そしてストキャスティクスも安値圏ですよね。ですのでこの前回みたいなこういう急激な上昇ですね。そういう可能性も考えておきつつ、今は下落方向に動いているので、基本は戻り売り、こういう考え方ですね。一旦の戻しを待って、そこからの下落の流れに乗っていくという考え方を持っておいてください。なので本日一旦こういう上昇してくるのであれば、本日のトレードはできないかもしれないですね。では1時間足です。1時間足も GMMA の青帯は下がったり上がったりという方向感のない動きをしておりますので、こういうところでトレードをすると打っても勝っても負けやすいのでご注意ください。ただ昨日の動きを見ていると GMMA の青帯、ここですね。ここでレジスタンスされて下落してきておりますので、そう考えると本日もこういう動きですね。GMMA の青帯ぐらいまでの上昇を待ってそこからの再下落をイメージしておいてもいいと思います。ただ4時間足もそうですが、1時間足もストキャスティクス安値圏にありますので、そこはご注意ください。今 GMMA の青帯で下落してくるイメージを書きましたが、逆に GMMA の青帯上抜けてくると大きく上昇していくと思いますので、それがどうなるかっていうところに注目です。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も上昇トレンド中、GMMA の青帯は上向きなので上昇トレンド中なんですが、GMMA の青帯まで一度戻しをつける可能性、こういう動きですね、をしてくる可能性を今は考えております。ストキャスティクスもまだ下落中ですよね。ですので GMMA の青帯ぐらいまで一度押しをつけるかも、その今は下落に入っているかもというところですね。方向感が分かりにくいです。白いこの水平線付近で今揉み合ってますよね。なのでこの揉み合い続くかもしれないですね。こういう動き方が続くかもしれないですし、このまま GMMA の青帯まで一度下落するかもしれないので、その辺の両方のイメージを持っておくといいと思います。では4時間足です。4時間足はその動きが顕著ですよね。今こういう風なレンジになってますので、GMMA の青帯を挟んでこういう動きをイメージするといいと思います。GMMA の青帯は今横ばいですよね。ということは今この動き、この GMMA を上抜けたり下抜けたりというこういう動きですね。この動きをこの先も続けてくるかもしれないので、やはりこういう動きはイメージしておいてください。そうするとやはり日足もレンジに入ってくるのかなというところですね。そう考えるとこの水平線過去こうやって意識されている、この安値とかもそうですが、昨日もここの水平線で反発してますよね。そしてこの白い水平線も意識されてますので、まずはこういう水平線を意識しておくといいんじゃないでしょうか。なのでそのあたりにアラートを仕掛けておくですね。この白い水平線、オレンジの水平線、下がってくれば次ここの水平線、152.4 付近にアラートを仕掛けておく。上がってくればこの直近の高値
値ですね、おととい水曜日の高値、このあたりは意識されてくると思いますので、156円付近、もしくはこの最高値の156.5付近、そのあたりにこうやって水平線を引いておいて、アラートを仕掛けておく。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますし、通知が来れば、その通知を確認してからエントリーの検討をすればいいので、良ければトレーディングビュー、わかりやすい、使いやすいチャートをお探しの方はご利用ください。URL 概要欄に貼っておきます。登録は無料です。有料プランもありますが、もしその有料プランの機能が必要であれば有料に変えればいいんですが、基本的には無料で全然やっていけると思います。では、1時間足です。1時間足も同じくですが、水平線を意識しておいてください。先ほど追加した水平線もこれも合わせて意識しておく。この赤い水平線も追加されておりますので、この辺も意識しておくといいと思いますので、その水平線までですね、白い水平線を上抜ければ次の水平線まで、オレンジの水平線を上抜ければまた次の水平線までみたいな、そんな感じでイメージしておく。現在はこの白とオレンジの水平線の中で動いてますよね。こういう感じでレンジになっていく可能性。そしてこのレンジを抜けた方についていくっていう、そういう可能性を考えておくとトレードがやりやすいと思いますので、ただ今日金曜日ですのでトレードは極力控えていくのがいいと思います。そして結構激しく動いてますので方向感が分かりにくくなってますので、こういうところでトレードをして負けを増やすよりも分かりやすい動きをするのを待つのがいいと思います。例えばこういうところですよね。直近のこのオレンジの水平線で昨日も反発してますが、こういうところを待っておくですね。こういうところからの上昇方向へのトレードみたいなのを考えておくと明確ですよね。過去もこうやって意識されているところなので、今回も意識される可能性が高いので、そういうところでのトレードをする。そして今白い水平線付近にありますので、過去もこういうところ意識されてますよね。ここも意識されているし、この辺りも意識されている。ローソク足の実体ベースでぴったりと止められているところですので、そう考えると 154.7 付近からっていうのはこういう下落が考えられますので、まずはこの白とオレンジの水平線の間でのレンジを本日は見ておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。